この動画では1日で回れるウブド北部の観光地を5つ紹介いたします。まずは宿泊したエレメントバリウブドから出発です。エレメントバリウブドはウブドの市街地から車で約10分程度にあるマリオット系列のホテルです。宿泊費は2泊で3万3000円ぐらいでした。早めに予約するとコスパよく宿泊できるかと思います。出発前に簡単にこのホテルの紹介をいたします。こちらはホテルのロビーです。このように広めのプールもあるので、のんびりホカンスとして楽しむこともできます。客層はアジア人よりも欧米系のお客さんが多い印象です。このホテルに宿泊したらレストランで食べてほしいのがこのナシゴレン。旨味、スパイシー、コクが完璧なバランスで、一度食べたら病みつきになること間違いなしです。このホテルに泊まる際はぜひ試してみてください。本当におすすめです。本日の観光&車のチャーターをお願いしたのがトッティバリツアーという会社。運転手兼ガイドさんは日本語も堪能なので安心してコーディネートを任せてきました。料金は8時間で8000円。今回はウブドより北の遠方に行くので遠方料金が別途2000円かかります。料金は1台いくらという設定なので人数が多いほどお得になるかと思います。トッティバリツアーは日本語のサイトもあるので予約はすごく簡単でした。時刻は午前9時、ホテルからウブド北部に向けて出発です。車はとても綺麗で乗り心地も良かったです。おはようございます。ウブド北部のキンタマーニエリアへ向かいます。キンタマーニエリアに入村する際は入村料として1人5万ルピア約500円が必要になります。まず1つ目の観光地であるアグン山、バトゥール山、バトゥール湖が綺麗に見渡せるビュースポットへ向かいます。うわ、いいわここ。ナイスビュー。ビュースポットに到着です。霞んでる。イケメン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 。ああ、イケメン。イケメン。イケメン。言ってる。あれがアグン山。バトゥールさん。こっちがアグン。ちょっと雲のね。仕方ない。クラウド。あ、なんかこっから見たらヨーロッパみたい。この展望台からはバトゥール山、バトゥール湖、アグン山を含むキンタマーニ高原一帯が綺麗に眺められます。続いて下に行けるみたいなので階段から降りてみます。バトゥール山は標高1717メートルの活火山で最後の大噴火は2000年に発生しました。ご来光トレッキングが人気のようですが、ウブドからだと午前2時くらいに起きないといけないので僕には相当難しいです。バトゥール湖はバトゥール山のカルデラ内にあるバリ島最大の湖。湖畔には温泉、トヤデバシャ温泉があり、活火山の影響で温泉が湧いています。そしてアグン山は標高3031メートルでバリ島最高峰の山です。また活火山であるアグン山は1963年に大噴火を起こし、多くの村が被害を受けたそうです。バリヒンドゥー教の聖なる山とされるアグン山もバトゥール山同様にご来光トレッキングが人気のようです。温泉。さて続いての観光地へ向かいます。続いては先ほどのビュースポットから北部へ車で約10分のところにあるブルンダヌバトゥール寺院を訪問します。寺院に入る際はサロンを腰に巻かないといけないので、寺院前にあるこの建物内でサロンを借ります。サロンのレンタル代は1人25,000ルピアです。約250円。
あ、それ。では早速寺院内に入っていきます。ウルンダヌバトゥール寺院の拝観料は1人5万ルピア、約500円です。ウルンダヌバトゥール寺院はバトゥール湖の守り神のデウィ・ウルンダヌを祀る寺院として多くの地元の方が参拝に訪れます。この日も団体で多くの方が参拝されていました。この寺院はヒンドゥー教が渡来する以前は仏教徒のための寺院であったため、敷地内には仏教の仏とヒンドゥー教の神様ガネーシャの2つの神様が祀られています。敷地内には数多くのメルと呼ばれる多重塔が立っており、最高で11尊のメルは最も神聖な階層とされています。続いて敷地外の路地裏から景色がきれいに見えるとのことなので、散歩がてら歩いてみます。こんにちは。スラマッチャ。スラマッチャ。うわ、すげえ。ここからも綺麗にアグン山、バトゥール山、バトゥール湖を見渡すことができます。近くの路上で絵画を売っていました。火山灰を使って描いたという絵画のようです。色使いがとても綺麗で素敵な絵だと思いましたが、1枚なんと2000円とかだったので、交渉し2枚で3000円にしてもらいました。大変。すごい。ああ、ぶつかるぶつかる。おお。すごい。バイバイ。すごい。続いてはちょうどお昼になったので、近くのおしゃれカフェでご飯を食べます。続いては先ほどの寺院から車で5分程度のところにあるパディスペシャリティコーヒーでお茶とランチを取りたいと思います。入り口はなんと一番上のこのガラス張りの建物、ここから下に降りてレストランへ向かうそうです。この日お店は混んでいるようなので1時間の時間制限とのことです。このエレベーターでレベル3まで降りていきます。おしゃれ。特別感ある。レベル2はまだいけるって。レベル3が、1時まで。そうなんだ。レベル2って何？知らん。深いじゃないの。あ、違う。レストランじゃない。誰もいないじゃん。エレベーターを降りるとめちゃくちゃおしゃれな空間が広がっていました。上層階もカフェエリアですが、後ほど紹介いたします。席は中の席かテラス席かを選択できました。天気もいいし気温も心地よいのでテラス席を選択しました。景色が綺麗に見えるとてもいい席を案内してくれました。
ホテルと同じように。エレメントバリ席について早速メニューを見てみます。メニューの料金は場所代もあってか少しお高めでした。こちらがメニューの一例です。カフェラテが約550円。そう、イタリアンのパスタ、ピザとか。エッグベネディクトが約1050円。エッグチーズシャクシューカが約950円。そしてミートボールパスタ1350円。4種のチーズピザ約1850円です。今回はこの写真左のエッグチーズシャクシューカと写真右のスクランブルチキン、写真にはないですがサーモンとほうれい草のキッシュの3種類の料理とドリンクを注文しました。味はスクランブルチキンが少しスパイシーでしたが、カフェ飯とは思えないほどクオリティは高かったです。ここからはカフェの内部を散策します。割と L3 フロアは空いている感じです。テラスからは綺麗に金玉に高原が見渡せます。続いて階段を使って L2 フロアに登っていきます。このフロアはお客さんが多く賑やかな雰囲気です。パディスペシャリティコーヒーは4階建ての広々としたモダンな建物で、ガラス張りの壁面から自然光が差し込み、周囲の自然美を最大限に生かしたデザインとなっています。L2 フロアからもバトゥール山、バトゥール湖、アグン山が綺麗に一望できます。こちらのカフェはコーヒーにもこだわっているようで、インドネシア各地から厳選された 100% プレミアムコーヒー豆を使用しているようです。特にキンタマーニ産の豆を中心に季節ごとに異なるシングルオリジンのアラビカ種を提供しているようです。時間があればもっとゆっくりしたかったです。この辺りはこのカフェのようにおしゃれなカフェがたくさんあるようなので、カフェ巡りも楽しいかと思います。続いて先ほどのカフェから車で約30分程度南下した場所にあるティルタ・ウンプル寺院を訪問します。拝観料は1人5万ルピア約500円です。聖なる水が湧き出るティルタ・ウンプル寺院はバリヒンドゥー教徒が身を清めるための沐浴を行う場所として有名です。ちょっと入れてもらって、これ中に入れてホテルもあるの？バニヤンツリー、バニヤンツリーでバニヤンツリーってホテルがあるね。これレンタル。サロンの着用が必須で、入り口近くでレンタルができます。レンタル料はかかりませんが、保険として任意でいくらか払うことができるようです。1万ルピアも5000ルピアも OK。あ、そういうこと？でも借りれますよ。じゃあここで借りる？ここで借りる。OK。だいたい1万5000円ですよね。相場がね。どこで最後返すとき？払わないもんだよ。
How much again? どれ1000。ここにはクリームシングウォーター表面のところ。日本デビの別荘。こちらはデヴィ夫人のかつての別荘だったようです。こちらは沐浴の前にお参りを行っている方々です。緑色のサロンを身につけている方が沐浴をされる方です。沐浴を行うためには緑色のサロンレンタル代が1万ルピア、そしてロッカー使用料金が1万5000ルピア必要になります。今回僕たちは沐浴を行いませんが、沐浴場を覗いてみたいと思います。うわ、めっちゃ人多い。ピークタイムかと思うくらい観光客で混んでいました。訪れた時間は14時過ぎです。午前の早い時間の方が割と空いているようなので、沐浴をしたい方は空いている時間を調べていくと良いかと思います。こちらは聖なる水が湧き出ている場所、透明度がとてもすごかったです。動画では確認することは難しいですが、奥の方で水がボコボコと湧き出ていました。この泉には聖なるうなぎが住んでいるらしく、発見すると幸せが訪れると言われているようですが、うなぎさんの方から近づいてきてくれました。とてもでかくてびっくりしました。逃げていってる魚。寺院の外には定番のお土産屋さんが並んでいます。あ、さっきのやつちゃうこれ。綺麗な色。最後に訪れたのはティルタウンプル寺院から車で約40分にあるザ・カヨンジャングルリゾート。トッティバリツアーのガイドさんとはここでお別れです。ザ・カヨンジャングルリゾートはウブドの大自然に囲まれた静かな場所にあり、美しいジャングルの景色を楽しめる高級リゾートです。ホテルの象徴ともいえる3層のインフィニティプールはバリ島の棚田をイメージしたデザインで、今回はこのプールを利用するためだけに訪れました。クルックの割引を利用して1人3573円で利用できました。しかも1人30万ルピアの飲食クレジット付きなので、プールだけの利用で考えると実質500円から600円で利用することができました。プールサイドの受付で予約表を提示します。2人で60万ルピア分のクレジットがあるので、それなりにお酒や軽食は楽しめました。ビールは900円ぐらいからあります。ちなみにこの小さめのカバナも無料で使用できました。ザ・カヨンジャングルリゾートは15歳未満の方は宿泊できないようなので、落ち着いた雰囲気でリラックスしてプールも楽しめそうです。こちらは3層になっているプールの真ん中の層です。下に見えるのが一番下の層のプールです。
3時間近く滞在したので、辺りは真っ暗になりました。以上がバリ島ウブド北部の1日で回れる5つの観光地の紹介でした。仏教とバリ・ヒンドゥー教が共存する寺院や、沐浴でバリ島の文化にも触れられる寺院、そしてキンタマーニ高原の大自然と、ウブド北部は心も体もリフレッシュできる素敵な場所です。このエリアならではの特別な体験をぜひ味わってみてください。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。